短縮のためにね、もうほぐしてありますけどね。あ、大きめに声出さないと多分聞こ
間まではあったけえなーっていう風に言っていたのに、今や暑いな。この樽良くないですかね。この樽。やっぱり冒険には樽ですよ。いや違う、冒険者には邪魔でしかない。基地の拠点とかに置くやつだよね。そうそうそう。こうやってね、樽にこうやって座ることができる。ご飯がね、やっぱりご飯がね。こっちの方はやっぱり視点が高い。さっきのね、楽器をね、いろいろとやるときにちょっとこれだと高い。普通に座る分にはこのぐらいの。だいぶもしかしたら焚き火といったらみかんですよ。ちなみに今調理中のこれはですね、よいしょ、こんな感じになってます。肉と白菜が入ってるだけ。キノコ。お、キノコも入ってる。舞茸、それを調理し始めてます。
しょ一人悲しい。私よ2つしか食べてない。まあそんなこともあろうかと思ってきた。次のね、やったー。びっくりしたわ。
バババンって言ってしまったか最後あれなんか火がピンチじゃない？大丈夫？あらエンジン星空増したまさかの貧化事件。ありがとう。画面が全く見えない。そう画面をね見てくれる人はやっぱあると思う。よ。そうな。君長いね足がね。ダメなの？難しい。自分で確認取れないからね生放送で。火がやべえな。大丈夫か？火がやばいぞ星屑大丈夫か？
は鞘に収めな。煙来るんだけどこうつらい。そっか、画角がちょうど煙に行く方向なんやかな。わからんけどまあいいや。どうなんだろう、真っ白になりそう。むしろそれを上にやって鍋をポンって置いちゃった方がそんな気がして、ちょっとそっちに方針転換をして、それができるんだからもう
はないんだな縦に近いけどねこの形。ラウンドシールドみたい。そうわかる。実際にそういう盾があってもおかしくはない。おかしくはないね。あれ水の塊やもんな。もうねダンジョン飯の戦士はこれ鍋がカブトのあ、ダンジョン飯はね、そう鍋がね、カブトを蒸し焼きにしてたんじゃなかったかな、カブト。あれ貝に見立てたから。貝みたいな鎧に潜伏する貝みたいな。そういう話じゃなくて、なんかあー道具をはいはい。調理用具して鍋だったね。中華鍋だったよね、今日。実際ね冒険していると本当にどれだけ持つものを少なくするのかっていうところが市場命題にになってくるね。そういう意味でいつものラフもそうだけどね。いつものラフもそうですけど、持ち運ぶ物品って結構シビアよな。うわ幸せ。ああ幸せ。幸せ。お見せできていませんが、合コンラグです。ごめん、横になってる風はどうなのって思う。合コンラグ超幸せ。ああ。ここはあんまりボケしたことないけどな。足伸ばせると。本当今日は春だね。あれだね、15度だって。このぐらいでやるのが一番いいね。ね夏にやるもんじゃねえ。夏は死んじゃう死んじゃう。夏は日本の夏でやるもんじゃない。涼しい。暖かい。お、いいね。小さい方はできたと思う。マジで？バイクってやろうか。マジっすか。将来って言いたいけど。買いに来いよって感じ。あります。あ、
やばい。大丈夫。まあ景気よく漏れ出てたからね。結局ガンガン入れてよし、じゃあいただきますか。た。いただきます。あれこれ何回？あ、ですか、はい。あるよ。味の素。日本人の心味。日本人の心は醤油でしょ。ああ。え？味ぽんにも醤油が使われているんだぞ。知っていたか？だからその中に入っている醤油は日本人の。まあそうっすね。うん。いただきます。どうじゃ。いける。結構適当にぶち込んだな。ガチで適当にぶち込んだだけになる。でもね、鍋はうまくできるんですよ、なぜか。できない。これとね、これをこうしてこうして。あ、やばい、それうまいやつ。うまい。ああ、舞茸大丈夫。やっぱりね、舞茸が入ると味の深みが変わる。キノコ強いね。まあ山で採ったキノコはちょっとね警戒した方がいいと思うんで、これはちゃんとね買ってきたやつなんで。そうですね。あ、このメスティンの鍋は外せないな。これうまい。普通のクッカーの鍋よりうまいかな。熱の伝統量が早いからかな。
朝ごはん食べられてなかったから、朝ごはん食べられてなかったから、うまいね。米炊きたかった。米を炊きたかった。自分よりよかった。もち米もあるからそれを使って食べれないわ。気をつけてよおばあちゃん。美味しかった。もう一個2つに分ける？それとも1つでやっちゃう？あと1つ分じゃない？そう、1つ分なの。だとすると多分そっちじゃないと入りきらないよ。煙が。食べ終わったね。1つ分を2人で分ける。パンも食べる。今焼いてるね。ありがとう。いろんなね火起こし道具を使って火を起こすっていうこともやってみたいな。有名なやつはやってみるのは構わないと思う。でもね、一番大変なのは聞いてる。それよりもうちょっと道具使うね。こういう風な弓なりの弦で弾くような感じ。弦がうまいです。もうね、ファイヤースターターではだいぶできるようになってきたから、それができれば雨の日でもできるんじゃん。雨の日はファイヤースターターが最高だ。結局どんなものもしてっちゃうとね、火つかないからね。口マジでガチ最強。いやでもこの手のイベントをやるんだったらこのぐらいの時期が一番。ただあれか、花粉症の人が死ぬのか。はい、死にます。いつみ死ぬ。死んでしまう。あ、でも今年まだじゃない。それがね、なんか来てないんだよ。みんな来始めてるって言ってるんだけど、なんでか来てないの？私ね、純粋にスギ花粉っぽいんだよな。だから春の桜咲く直前あたりにだと一月後か。そこに私の地獄が待ってる。花粉症の人は大変だね。かっこいいこと言ってるけど全然かっこよくないからね。全然かっこよくないからね。楽しんでくれるばかりだからね。
昔スギ花粉症だった僕から言わせると大変だよね。いいね。スギ花粉から復活したんでしょ。まさかの。すげえ量が多い日はちょっとかゆいなって思うぐらいで済んでるらしいという噂です。聞きますっていうよ。聞きましてよ。まあ俺がそうやって診断されていた時はあれだよ、アレルギー性鼻炎って言った。ああ、花粉症っていう言葉はなかった。なるほどね。まだなかった時代。うそのパンやばくない？そろそろ。ん。真っ黒焦げじゃない？そうでもない。焼けてる？焼けてはいる。食べたい。溜まってはいる。まだダメなの？まだ食べちゃいけないの？そう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 。別にパンだから食べてもいいと思うけど、生とかないし、食べたいタイミングで食べればいいけど、まだ火は通りきってない。おいしい。おいしいこれ。あ、このパンうまい。うまい。あ、なんすかこれ超うまいじゃないですか。なんかこれこのまんま具材入れちゃってもいいんじゃない？